こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。今回は前回の続き、ポセイダルルート76話の後編です。こちらの動画の続きになるので、見ていない方はそちらを先にご覧ください。それでは、早速シナリオの続きをやっていきます。この踏み込みが足りん。もらった。危ないな。ということで、前回ロフトセティを無事に倒しました。そしてゼブは挑発をかけて、ビルギットと鬼ごっこです。バーニーの攻撃でグラシドユさんのマスドライバーキャノンを打ち尽くさせたので、安心して攻撃できます。前回言ったように、いかに弾切れさせるかが大事ですね。イオンビーム砲ならこの程度で済みますしね。なお、前回ケイラは死にかけた模様。走行が3ドロップとは団地だから。こいつで決めてやる。くせに引っ込んでろ。行くぜ。なんだと。メキボスさんが凄まじい火力を出してます。これ左側にいるゲイオスグルードもまとめてメキボスに落としてもらおうか。前に出なければこっち狙ってこなさそうですしね。キレーター金数のエネルギーは切れそうだけど、まあなんとかするでしょう。とりあえずゼブは問題なくビルギットを追いかけていきました。鬼ごっこスタートです。ただし、こちらもメタスがいなくなるので、なるべき被弾せずに戦いたいですね。知らないうちにメキボスの気力が147もありますね。被弾するのでどんどん気力が上がりますからね。もうゲイオスグルードの攻撃でも2桁しか食らってませんよ。そして2発で瀕死である。ゲイオスグルードがかわいそうに見えてきた。さてこちらはこちらで目の前にゲイオスグルードが2体。そしてゼブがいますが、ひたすら逃げます。オーブバリューは最大射程が8、移動力が6、移動後攻撃は1だけなので、15マス離れれば確実に攻撃されないので、きちんと距離を離しておきましょう。邪魔をする。遠慮します。あばや。さあ、楽しませてくれよ。狙いは良かったよ。そしてさらっと避けられるトロは、まあ仕方ない。とどめを刺させてもらう。とはいえ、ゲイオスグルードは結局のところ HP が多いだけなので、強いというよりは減らすのがめんどくさいだけのタイプ。地道にコツコツと減らしていけば、特に問題なく倒せるでしょう。どうしてもレストグランシュの方が強く感じてしまうよね。やっぱりパイロットの差か。2回行動はもちろんだけど、パイロットが機体の性能を引き出せなければって感じですよね本当に。それ、完全にブーメランなんですけど、機体の性能でなんとか戦ってる部隊が言うことではないですね。
ということでゲイオスグルードも撃墜。これで下側以外の敵が全滅したので、後の敵はメキボスに一任しましょう。もらったな。突っ込んでろ。操縦修正よし。あっちゃ。うわ。黙ってやられるものか。10って、いい加減硬さが意味わからなくなってきてますね。楽しませてきたよ。本気で行くぜ。うわ。黙ってやられるものか。ゲイオスグルードの最大火力、立てもせず20でした。これ見ると三将軍の強さがいかに意味わからないのかよくわかるよね。ということで、ライブゲイオスも動き出しました。ライブゲイオスの奇数は3。パイロットもゲイオスグルードと違い親衛隊兵なので、2回行動してきます。まあ位置的にも戦力的にも、メキボスに任せるのが無難でしょう。勝手にやっといてくれ。頼んだ。面倒な雑魚処理はメキボスに投げっぱなしです。ということでこちらが気にするのは残った3将軍であるゼブ。結構ビルギットで距離を離してしまいましたが、こっちの部隊の手が空いたので、戻ってきても良さげですね。まあ1ターン置いて次のターンにでもまっすぐ進めば、攻撃されることなく合流できるでしょう。とは言ったものの、一応ライブゲイオスの警戒で自軍をちょっと展開しておきましょう。こっち来たら狙えるようにはしておきたいですしね。このこんな腕で戦いに出るな。ここまでだ。そう簡単にやられません。あ、はい。メキボスがやられることは万が一にもなさそうですね。むしろ下手に手を出さない方がいい気がしてきました。自ら望んで死にすることもねえだろう。そう簡単にやられません。邪魔なんだよ。危ない危ない。下手に近づかない方がいいですね。というか、バランシュナイルが動いてきたので、下手に近づかない方がというよりも、近づいたら巻き込まれて死にますねこれ。バランシュナイルの最大射程は11なので、最低でも12マスは離れて、攻撃をこっちに来させないようにする必要があります。メキボスさんエネルギー切れても全然戦えてるという。と言ってもメガビームライフルも残り3発なので、切れたら高周波ソードで切りかかりに行くんですかね。まあ消費はなさそうなので、攻撃できなくなることはなさそうです。さてゼブですが、ロフを落とした時に気合がかかってしまったので、気力が134もあります。これがあるからできればゼブは先に落としておきたかったんだけどね。まあ1配置の関係で仕方ないか。あんな直線に並んでたらね。ゼブをおびき出そうとしましたが、ちょっとグレーター筋痛、ひいてはバランシュナイルと距離が近いので、もう一回上におびき寄せることにしましょう。バランシュナイルに下手に攻撃されたら落ちるでしょうし、そもそもライブゲイオスがこっちに来ても厄介ですからね。ぜぜえな。これで最後だ。我が怒り受けてみよう。だがまだ爪が甘いな。ちこの距離ではどうにもならんな。ということでゼゼイナンさんが攻撃仕掛けてきました。石田さん、元イメキボスがかっこいい。もはやオリジナル主人公である。
まずグレーター金2がクソかっこいい。出番のない空気主人公とは大違いですね。それはともかくとして、バランシュナイルさすがの攻撃力です。アホほど硬いグレーター金2が6000も食らったからね。ちなみにゼゼイナンは性格が普通なので、気力は100のままです。あ、ゴス倒したから101になってるか。何のために出てきたウーフェイ。本気で行くぜ。強い。そこだ。やるなってね。とうとう高周波ソードで攻撃を仕掛けに行きました。弾切れましたかね。ところでゼゼイナンさん。週のセリフにあったように機体は凄まじいがパイロットは大したことない。なんてことは全然ないです。ロフト比較しても遜色ないですね。まあ確かに技量だけは低めみたいですが。ちなみにバカにした週3はこちら。確かに週よりは弱いですが、そこまで言うほどの弱さではないですよね。というか週強。ちなみに我らがコウラキは、余裕で技量以外がゼゼイナン以下です。そして技量もそこまで差がない。というかゼゼイナンの技量って高以下なのか。ということはキース以下か。高以下、イコールキース以下。悲しいね。キース以下の技量って言葉聞くとすごい弱そうに感じるよね。バランスないですから重い汁がいい。いけるな。自ら望んで死にすることもねえだろうに。当たりはせんよ。グレーター金2は HP 回復があるとはいえ、ちょっと減ってきてますね。さすがにバランシュナイルに押されてます。今は縦下から少し少ないけど、おおむね1ターンに1万2000減ってますからね。回復が追いつかない。さあゼブがやってきました。ビルギットとの鬼ごっこお疲れ様。少しだけ距離があるので、もう少しおびき寄せましょうか。貴様など私の敵ではない。なんてね。マリナ、オラで。甘いな。終わりだ。まだ爪が甘いな。マリナ、オラで。甘いな。これでギガドライバーキャノンは6発消費。まあ20発ありますけどね。仕方がない。相手をしてやるか。やる。落ちろ。やるなってね。もらった。やった。得意か。ライブゲイオスが全滅しました。結局一回もまともにライブゲイオスと戦闘してないという。そしてゼブがいい場所に来てくれています。いいおびき出しでしたね。とりあえず精神コマンドを使える人は一部なので、反撃を受けないバスターランチャー組は一応調整して撃ちましょう。ギャブレイも魂1回くらいなら使う余裕はあるかな。魂使ったのに何にも使ってないダバとのダメージ差が2000しかなかったですね。まあ確かにダバの気力が高いけど、ギャブレイも決して低いわけじゃないんだけどな。おー、いい腕してるね。悪いけど落ちてもらうよ。正面違う、左ね。硬いですが、前回の J ドラムほどじゃないですね。全然ダメージになるレベルですね。さてこうさん、精神ポイントの都合上、魂ひらめきは使えない。熱血ひらめきを使うか、魂でとどめを刺すかですかね。行け。お
グでしてるね。悪いけど落ちてもらうよ。当たるかよ。ひとまず熱血組で着々と削っていきます。熱血組は魂が使えない代わりに、安定で熱血ひらめきを2回使えますからね。ビビたるダメージ量ですが、マックス兵器は敵の気力が上がらないので打ち得です。諦めて熱血ひらめきを使う降参。まあ熱血でも十分なダメージが出そうです。沈め。ちょいとまずいかもね。こっちも仕事なんでね。来た。もう少し削れば HP が見えるといったところでしょうか。当てられるやつを総動員だ。死ねよ。いた。れよ。このデュオ様に当てようなんて100年早いんだよ。バスターシールドが当たったの久々に見た。わからなくはない。他に攻撃当てれてダメージ与えられそうなやついないし、ヒーローも一回魂使うか。残 HP 的にも、まあ倒せるでしょう。戦闘レベルターゲット確認排除開始。ありゃま。やられちまったい。デブを撃墜。これで3将軍は全て撃墜です。最後の言葉がふ。貴様など私の敵ではない。いけるな。装填修正よし。発射。当たりはせんよ。友人どこだ。まだやられたいねえぞ。この距離がどうにもなんだ。ということで残りの敵はバランシュナイルのみです。接近戦仕掛けに行っちゃった。もらった。無能な。観念するんだな。まだ爪が甘いな。ギガドライバーキャノンは射程1には撃てないので、弾を削るのができなさそうです。グレーター筋痛のエネルギーもないし、ギガドライバーキャノンを撃たせるのはもう無理そうですね。できれば弾切れまで持っていって欲しかったですが、さすがにそれは無茶ってことですかね。ということでひとまず脱力をかけておきましょう。どうせゼゼイナンに使う予定だったわけだし、先に使っておいてもよかったかもね。一応3将軍が倒せなかった時用に取っておいてたからね。さて、前回ちらっと言いましたが、バランシュナイルはありえん回避率が高いです。先ほどからメキボスの攻撃が 0% なのを見ていただければわかる通り、基本的に安定して当てられるキャラは必中を使わない限りほぼいません。ウィングゼロカスタムくらいでしょうかね。アムロニューガンダムとかは切り払いもあるしね。感覚的にはこのステージの3将軍よりも回避値が100ほど高い。つまり3将軍相手にギリギリ 100% だった人は 0% になるってことです。頭悪い回避性能です。ご存知の通り、我らの部隊で必中を使えるのはキースとエレ様のみ。どちらも宇宙 B であり、そもそもキースは今回出撃してない。どちらも宇宙 B だし攻撃力も足りないので、走行6500に対してまともなダメージは入りませんね。
ということでこれに対して攻撃を当てることができるやつ。唯一可能性があるのは、どちらもフル改造ボーナスを取得して運動性が250ほどになったバッシュとウイングゼロ。そしてこの2機の登場者、キャブレイとヒーローはどちらも集中が使えるので、これで攻撃を当てに行きたいと思います。ただ、それでも命中率は 100% になることはないでしょうから、反撃などで落とされて復活をしよう。復活の使用上、復活したキャラの精神ポイントは回復するので、再度激励などで気力を上げてトライ、といった形で試行回数を増やしていきたいと思います。もちろんそれだけで倒しきるのは無理でしょうが、私の部隊にはこれまでお世話になり続けた精神コマンド持ちが多数いるのでな。今までは削り程度でしかなかったが、本領を発揮する時が来たようだ。ワランシュナイルの力、思い知るがいい。甘く見るなよ。本気で行くぜ。無能な。ということで、一応ターンを稼いでメガグラビトンウェーブの弾は切らせておきました。まあギガドライバーキャノンは残ってるんですけどね。メキボスが高周波ソードでしか攻撃しなくなっちゃったから、射程位置から離れてくれないんだ。甘いな。地球人どこだ。これを狙うなんかいい度胸してるぜ。操縦修正よし。あっちゃ。甘いな。身の程知らずだ。サーベルなのに照準修正とはこれいかに。射撃武装時のセリフとかって区分されてないんですね。さあということで挑発を使いましょう。バランシュナイルの移動力が6、最大射程が11なので、17マス離れたところにひらめきかけたビルギットを配置して、ビルギットを狙わせたい。そして近づいてきたところを取り囲みたい。ちょうどこの中心位置がビルギットに届くところだから、来てくれないかな。いやどこ行くねん。絶対に囲ませないという意志を感じる。本気で行くぜ。当たりはせんよ。バランスナイルの力、思い知るがいい。よくやってきてようだな。いやでもこれなら、そのまま4機で四方を取り囲むか。ちなみに囲むと挑発の効果は無効になるので、他の機体を狙ってきます。とはいえ、狙ってくる機体を読むのは簡単なんでね。このままだと復活要因として接近してるクリスのビギナギナが狙われてしまうので、ビギナギナよりも走行 HP の少ない量産型ニューガンダムを配置。そしてひらめき、気合をかけて1発は確実に回避、2発目を耐える形を取りに行くぞ。一応マップ兵器を撃ってくる可能性もあるので、攻撃用の機体は範囲に入らないようにしておきましょう。終わりだ。甘いな。貴様など私の敵ではない。撃たない。よし、耐えたぞ。気合の効果は大きかったな。メキボスさんは何もできないのでスルー。さあ始めるか、俺たちの自爆ショー。
こんなに連続で自爆したの初めてかもしれん。さようなら、僕のサンドロック。キャブレイは集中込み 76%。全然当てれる命中率です。ヒーローは集中込み 62%。少し怖いが、こちらも当てれる命中率ですね。とりあえずここはヒーローから。サイドウもまだ使えるので、行動終了しても全然 OK だ。目標か破壊する。覚えておれよ。まさかの一発目で当てました。いろいろ用意していたのは何だったのか。まあとりあえず無事に倒すことができました。最後はゼゼーなんて感じのあっけない終わり方。そして修理費。修理費払うのすごい久々。ということで、クリアです。三将軍にバランシュナイルまでいる、難所とも言えるステージでしたが、問題なくクリアできましたね。ということで残りのシナリオは2話、終わりが見えてきました。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。